レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。シュッ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 。いやー、ボクシングやってみたいな。シュッ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 。お前陽介お前どうしたんだよお前。痛えなお前肩お前ぶつかったじゃんお前。ごめんお前ボクシング始めたのかお前。ボクシングをね始めたい。じゃああれだお前ミット打ちとかお前やってみたらどうだお前。あ、そうかお確かに。前どうお前試してみるか。でもミットうんミット兄ちゃん持ってんの？これだよこれほら打ってみろお前。オッケー。おいいいぞお前。いいじゃん。し俺らお前うちのミットはお前いいね持ち運びしやすいんだよお前。いいじゃん。いい生地使ってるからな。ほらいいじゃんどうだお前。いいキーホルダーもつけれるからお前いいミットだぞお前。チャーイ、これランドセルですね。違うよお前これランドミットだよおセルですね前。ミットにキーホルダーはつけられない。それはランドセルです。ランドセルです。お前小学生の時おラン前ミドセルですットお前ミットみたいなのしてお前遊んでたろお前。遊んでないです。掛け声を教えてください。しょうがねえなお前。じゃあ今日の掛け声はこれだ。あんおえうおあいうえうおい。あんおえうおあいうえうおい。どうだお前分かったか。わかったこ。れで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前番組始まるんじゃないか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。ランドセルの耐久性すごい。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介と、ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。いや、そろそろシンシン姉ちゃんがいるんじゃない？おいいけましたね。正解イです。エーイ。正解でございますだからこのぐらいの文字数だとなんかピンとくるようになったね。ななんかったなったなってきたなってきた。正解率が高いですね。そう、3月21日がはいはい。ランドセルの日らしいです。おーなるほど。なんでなぜでしょう？わからない。書いてますよ。 3+2+1 した時のはい合計数が6になり、はい、小学校に通う年数の6と同じ6年と同じになることから、この日に設定されました。なるほどね。まあまあまあそんなもんだよね。肉のの日とかもそうだもんね。いやでもそれはさ、肉でわかるじゃん、これはさ、かなり遠回りはしてるけどそねう遠回りはしてる、ちなみにランドセルの語源は、背負いカバンの意味を持つオランダ語ランセルがなまったものだと考えられる。なるほどね。確かにそれはなまるわ、お二人は自分が使ったランドセル未だに手元に残したりしてますか？ないでしょ。ランドセルの思い出あれば教えてください。ないと思うちもないと思うわ。でもランドセルって、結構なんか不便だった記憶がある。なんか、教科書とかノートとかさ、学校に置いとくものもあるじゃん、お家で使わないもの、宿題に出てないものとか、で置いとくのは楽じゃん、だから結局ランドセルに詰めるのって、体操服とか食べなかったパンとかだよね。持ってきたお菓子とかね。そういう系になるじゃん。まあなるね。ゴミ箱みたいになってるもんね途中で。だからさ、四角のランドセルが徐々に台形になっていくんだよね。どういうこと？いろいろ入れすぎて。いやさ確かにめっちゃ膨らんでね。いやでも俺の時は教科書を別に持って帰んなくてもよかったんだよ、宿題ができたんだよそれでも、で今ダメでしょ多分。わかんない。持って帰んなきゃいけないでしょ。今はもう iPad なんじゃないの？いやそれでも教科書あると思うよ。あるんだ一応。だって子供が背負うには重すぎるみたいなニュースによくなってるの見るよ俺。ランドセル？そうだから背負うには重すぎて、いや子供に対しての負荷がすごい高い。確かに。そう。いやあれ重かったもん。それをさ、小学校1年生から6年生まで同じあれで持つからさ、ね。だからある程度成長した体で
買うじゃん最初。そうね。だから最初マジではいはいはい。重かった記憶がある、まあだろうね。でもぶっかぶかだし。そんな持たせちゃダメよねって思うし。でもなんかあれ便利だったな。カチャンってする、それこそ給食エプロンとかを巾着に入れて、その巾着をカチャンって横につけるやつ。もう全然覚えてない。ランドセルの記憶マジでない。あったよね。あったね。あれはなんかね、俺あれはなんか中学校とかのにでカバンに変わった時に、あれあったら便利だろうなって思って。1ミリも覚えてないですランドセルの。いや、命を何回か救われたなっていう記憶あるんだよ。そうなんかさ、走ったりすんじゃんやっぱ、小学校の頃。そういう時にこけたりしてさ、背中から落ちた時にランドセルがあって、怪我しなかったっていう記憶は俺あんのよくこけてたな俺みたいな。ランドセル持たせたりしてたよ、じゃんけんで負けて、そうで前後ろにランドセル、あったそれはやったわ次の電信柱までとかねみたいな。そうやったじゃんけんして。あった、それはあったね。ありましたね。でもたくさんメッセージ届いてるんで紹介しましょうか。しましょう。ラジオネーム海吉さん。はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。キルザノイズツアー感想お疲れ様でした。ありがとうございます。僕は岡山高松公園に参戦しました。ありがとうございます。瀬戸りも熱量も最高のライブ、ありがとうございました。そして何より地元高松をツアーファイナルのうちに選んでいただいたことが嬉しかったです。美味しいうどんを打って待ってるのでぜひまた遊びに来てください。ちょっと待って、あなたが打ってるんですか？わかんない。洋介さんも次はホテルから出て美味しいうどん食べてみてくださいねって。いやでもうどん食ってないんだよ高松で。もぐりだねだいぶ。だいぶもぐりだよ高松。気づいたらね、うどんも食ってないし。鳥は食ったっけ？鳥は食べたじゃん。食べた。みんなあれすごくない？朝起きたらもうニンニク臭くてしょうがなかった。いや博多で多分さラーメン食うのも変わらんよ。いや違うのよあれは。すごかった。本当？残り方が。多分あれちゃんとチューブとかじゃない。吸ったね。いやそうだろうね。確かにすんごい強烈だもんね匂いが。強烈だったあれは。確かにでもうまいんだよ。うまかったねあれは。また行きたいです。はい、まだ来ております。ラジオネームいくみさん。はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんにちは。こんにちは。街いよいよリバースアルバムツアー始まりますね。待ちに待ったホールライブ楽しみです。今回初日の松戸公園に行きますが、前回のホールツアーライブの時もまだ付き合っている頃ですが、今の旦那と行きました。はあ、なるほどなるほど。そしてそのライブ後に会場の駐車場に止めていた車の中でプロポーズを受けました。すごい。もちろん OK をして今があるのですが、また2人でスパイアのライブでこの会場に行けるので何とも感慨深いです。そしてチケットの席番がなんと最前列ど真ん中。すごい。今まで正番にしても席番にしても運のなかった夫婦ですが、この記念すべき会場でこんなにもいい席になるとはです。そして翌週の26日は4年目の結婚記念日なので、勝手にスパイアからのプレゼントだと思ってます。素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしい。いいですね。いい。なんかこう4年目というか4年目をスタートするってことなのかな。なるほどね。いい思い出になるんじゃないですか。じゃあ前回のそのホールのライブの時点ではまだ付き合っていたが、結婚はしてなかったな。そう終わって車の中でプロポーズか。いやいいね。素晴らしいね。すごい甘い思い出。今回も何か起爆剤になれるようなね。もうないでしょ。そう。それ以上はなんかまあいつもよりなんか下ネタみたいになってる。結婚以上のなんか起爆剤って言われるとさ、まあいつもより多めの何の話だ。おめでとうございます。いい話なのに。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp basaraka@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけて実況対象を狙ってください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで Stay on Fire でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達お願いします。こ
このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょってことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで何も言わない俺は。ということで今週も皆さんの友達から聞いた話が好きな話が届きました。ラジオネームチョコミントさん、洋介さん、健太さん、こんにちは。これは今年の胸を張ってラジオやってるって言える？それ大丈夫そう大丈夫そう？これ送ってきてくれた人に怒られるかなとか思わない？ちょっとちょっと昭和テイストでやろうかなと思ったけど、ダメだね。ラジオネームチョコミントさん、はい、ありがとうございます。洋介さん、健太さん、こんにちは。これは今年のお正月明けの友達の話です。はい。その友達は結婚をしていて、よく奥さんから寝る前とかにじゃれ合いで横腹をつつかれたりするのですが、その時偶然友達の左側のたまたまに手が当たりひねった感じになり、友達は今まで経験したあの痛みとは違うと涙目で奥さんに言った奥さんに言ったなそれ。その後は痛みがありつつも寝て起きたら良くなってるかと思い寝ましたが、その次の日仕事中歩いていたら左側のたまたまが痛いし、左側の腰あたりがヒリヒリするので次の日泌尿器科に行き、おじいちゃん先生に見てもらいました。ベッドでズボンを下ろして横になり触診されて左側のたまたまを触りながら、痛いのここ？大丈夫、男性は左側痛いからねと言われ、そのうち治るよって言われ、痛い時はたまたまを持ち上げて歩くといいよと言われて診察が終わりました。その次の日には良くなりました。よかったよかった。看護師さんに2人にまじまじ見られたのは恥ずかしかったです。この前の友達の話なのですがを聞いた時に同じだと思い送りました。確かに同じだね。経緯は違いど同じだね。ね、いや左側痛いんだね。そうなのかな。俺は俺の友達は確実に左側を打ったから痛いはずなんだけど。でもさ、男性のそれってさ、いやあんまちょっと分かんないじゃん。でも右なのか左なのか。友達はあれをきっかけにまじまじと自分のたまたまを見る時間が増えたらしくて、よく見ると左側の方が下がってる。だから大きいんじゃないっけ。なんか左側の方がなんか大きいんだよね多分。なんか左右差あるっていうのね。そんな気がする。でも俺も多分左だよ。で、まじまじ見てると動いてるんだよ。そう動いてんだよね。動いてんだよね。そうあれは内臓だから。あれは生きてるな。それで皮膚がちゃんと体温調整してんだよね。そうリアルタイムで。だから外側に大事だけど仕方なく。神様のバグだよね。バグだよ。これミスだよね。ミスだよ。一番大事なところなのに内臓外に出してダメだよね。そうでもね、あれでしょ。だから39度40度ぐらいだとその精子が死んじゃうから、その温度にならないように体の外側にあるっていう、そういうね。なんかその機能つけるよりも内側に入れるっていうのが楽だった気がするけどね。そしたらもっと守れるし、こういう痛い目見なくていい。でもそうか、そうできないのかもしれない。体温が高いから。そう、体温高いから外側じゃないと逃がしきれないんだ。だから人間の平均体温が30度とかだったらいけんだろうね。何の話をしてる。次行こう。お気をつけて。はい。ラジオネームニャロメの花さん。はい。陽介さん、健太さん、こんばんは。これは友達が高校の頃、まだ携帯電話がない時代の話になります。彼氏の家に電話するといつも彼が出て、はい蓬莱軒です出前ですかとか、はいこちら七曲り署ですとか、いつも真顔というか真声でボケてきました。そんなある日、お父さんのふりをした彼が、はい佐藤です、たけるは今出かけてるよ、というのです。またボケてんなと思った友達は、はいもういいから明日何時に行けばいいのと要件を伝えると、明日たけるに伝えればいいのかいと、まだボケを続けてくるのです。友達がめんどくさいな本当にそういうのもいいからとキレ気味に、じゃあ明日7時ねと言いかけた時、彼氏が電話口に登場。最初に友達が話していたのは
声が彼氏に超そっくりなお父さんだったのです、それ以来彼の家に遊びに行くときはお父さんがいたら気まずいなといつもドキドキだったそうです。健太さんや陽介さんは家族と声が似てたりしますか？あらいやこれ気まずいね、だいぶ気まずいし、いやでも電話って分かんないよね。しかもあれなんだったっけな、本人の声をそのまま伝達してないんだよね、電話って。だよね。そうそう、違う声だもんね。そうだ、今は多分まあそのママの声でいけてると思うんだけど、まあ通信が早くなったから、この多分当時の家電とかある時は、電話の、なんていうの、交換機みたいなところでその人の声にものすごい似た声の、データに切り替えて発信してたんだって。そうするとリアルタイムで、そうだ、通信の回線が速くなるから、そのままの音声のデータを届けるとでかすぎて、そのリアルタイムの会話ができないから、そのなんかそういう風になんかプログラムされたものを流してるみたいなことを俺は聞いたことある。そういうシステムになってたって言って。いつそれ？だって家電の時じゃない？黒電話とかその世代は多分アナログだと思うんだけど、そうもうちょっとだから後期じゃない？それか今の電波がそうなのかもしれない。あ、そういうこと。そう電波をそういうシステムのちっちゃいデータで送れる。でもそれ素材がいるよ。だその素材で置くんじゃない？それがすごい圧縮されてるから。圧縮だから、俺は圧縮だと思ってた。だ今は圧縮なんじゃないかな。圧縮して、だからちょっと声の成分を少なめにしてるから、まあ声違うよ。そう俺だからすっごい電話口低すぎて、電話の時陽介が低いってこと？声が。そうで電話すると、違う、普通に低いよ。いやもっとこれより低いんだよ。だってあれですよね、もしもし、なんか楽屋っていうかこのラジオ局とか入ってきた時の陽介の声聞こえないですもんね。ねえ、ボソボソボソって喋って、いやあれで電話口で喋ったら、なんだろうな、服が擦れたみたいな声になってると思う。多分何っつってなるよ、そりゃ。そうでもなんか電話ってすごいらしいね、やっぱそのいろんな声を早くリアルタイムでちゃんと会話ができるようにいろんな技術使って回線を飛ばしてるっていうのは聞いたことある。いやでもすごい技術だよね、そう思うとね。だから意外と普通に生であったら似てないのに、電話を通すとすごい声が似てるっていうことが起こり得るんだって。だから家族とかは特にそういうのが起こりやすいんじゃないかなと。なるほどね。だからまあ気をつけてください。もう今はないだろうけどね。でもやっぱなんかこういう時代の発明品が結局やっぱそうやって恋愛につながってさ、こうやって使ったりとかさ、それで時代の繁栄が人類の繁栄につながっていくんだなって思いました。はい、ということでこんな感じで皆さんがどうしよう、何を言いたかったんだろう今。教えてください。僕らは決してあんたの話でしょっていうことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。それでは今日はラジオネーム、にゃろめの花さんの友達の話からこちらを選曲しました。カーリー・レイ・ジェプセンで Call Me Maybe。 スパイエアのマサラカ。お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセンで Call Me Maybe でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もお悩み届いております。ラジオネームすみやきさん。ありがとうございます。陽介くん、健太さん、こんばんは。こんばんは。私傘をすぐなくす、忘れるという能力の持ち主でして、雨が降るたび毎回コンビニで傘を買ったり、友達の傘に入ったりしています。持って帰らなきゃと毎回思ってるんですけど、それを忘れるくらい楽しい出来事があって忘れちゃいます。なるほどね。お二人はこんなことありますか？私はどうしたらいいと思いますか？でもそれ多分ね、全人類が備え付けの能力だからね。全人類が同じことやってると思う。じゃなかったら、あんなに傘たまんないでしょ。たまんないね。たまんないよ。あんなコンビニとかさ、駅とかね、スーパーとかそういうところにもずっと病院とかもずっとあるよね。そう刺さりっぱになってるからね。でも最近あれでしょ、レンタル傘とかもあるでしょ。だからループみたいなと同じ原理の、だから傘借りて返すみたいな、どこかで返すみたいな。あとは俺はもう最近は諦める。まあ俺も最近は諦める。濡れていい。確かに。でなんかちょっと歩かなきゃいけないってなった時は、だから濡れていいアウターにするとか、靴を
ゴアテックスのやつにするとか、まあちょっとあれだよね。あと雨降ってる中さ、傘ささずにさフードかぶって歩いてる人ちょっとかっこいいって思っちゃうもんね。思わない。嘘思わない。で外国人ってさ、外国人の人たちみんな刺さないじゃん。刺さないね。みんなフードかぶってさ、雨の中歩いてさ、でババってやってさ、終わりみたいな。あれちょっとかっこいいじゃんやっぱ。思わない。そう思わないか。そっか。いやあれはでもなんかあれらしいよ。外国の方はやっぱり基礎体温が日本人より1度か2度高いんだって。だから別に濡れてもどうってことないらしい。っていう理由だけどね。でも刺した方がいいと思うな。そうか。すごい土星論を真正面から食らいましたね。はい。次行きますか。続いてラジオネームあるちゃんさん。はい。陽介さん、健太さん、こんばんは。突然ですが、私には尊敬している先生がいます。話が面白くて要領も良くて尊敬する憧れの大人の一人という意味で好きなのです。その先生が男性ということもあり、別の仲のいい男性の先生に恋愛的に好きなのではないかと誤解されています。どれだけ、違うと言っても絶対嘘でしょと言われます。性別問わず安心感のある憧れの先生の前だとなぜか少しふわふわした喋り方になってしまうので、それのせいかもしれません。だけど本当に違うんです。その先生にも、失礼ですし、私の本当の気持ちを信じてもらえないのも嫌です。20回以上、恋愛的な好きじゃないと否定し続けて信じてもらえないまま学校を卒業しました。今までずっとただの誤解だ、気にしなければいいと言い聞かせてきましたが、やっぱりどうしても苦しいです。どうすればいいか分かりません。しょうもない悩みですが、誰に言っても信じてもらえないような気がしてお二人に相談させていただきました。私の気持ちは本当だと、どうかお二人にだけでも信じていただきたいです。すいませんって書いてある。いや19歳15歳から19歳。いや信じるよ。じゃあいやじゃあはよくないよ。でも俺これね一番ねダメなのはそれは先生だよね。そう先生だと思うわ。だからこれデリカシーないって。絶対違うでしょって言った方の先生でしょ。そうね。そいつがダメだよ。そいつを倒しに行こう。倒しちゃダメだよ。倒しちゃダメだよ。これはデリカシーないなと思う。それがその先生、俺も聞いてて思った。なんでそんなこと言う。だるってそっちの方がね、なんかその先生がその子のこと好きじゃん。そうね、俺も思っためっちゃ。なん20回以上って書いてあるから結構それやり取りしてるってことだよね。多分ね。嫉妬してんだろうね。その先生がすごいやっぱできる先生だから、このおちょくってるって思って多分その大人げないこの返しがね、それを生徒に言うもんじゃないよ。そうだよ本当に。素敵じゃないかって言えばいいじゃん。いいよね、あの先生ってさ言ってあげればさ、ね、いいものを絶対嘘でしょ、好きなんでしょ。やばいよね。ネチネチキモ気持ち悪い。マジでのんでりですよこの人は。本当に最悪だね。いやなんかその冗談だと思ってることがね、大人が本当に10代の子たちは本当にねこうやって悩んでしまうわけだから。その10代の子たちはそれを冗談だと捉えられないから学校でそうやって社会性を学んでいるんだ。社会性を学んでいるんだ。それは先生を擁護したの今。いや社会性を学んでいるんだから、大人がそういうことしちゃダメだ。ああそういうことね。そうだよね。いやそう思います。だからなんかあるちゃんはあれなんですよ。大人がだから要はちょっと茶化してる感じで接してきてただけって思えばいいと思う。だから多分その先生は本当になんだろう、好きだくせにって本気で思ってるわけでもないし、多分そのあるちゃんが尊敬してた先生に対して嫉妬してるそう、だけでそれのまあ本当に大人げない嫌がらせみたいな感覚でしょ、これは。本当だよこれは。だからあなたが別に信じてもらえてないわけじゃない、どっちかというと。で周りの人はこの話をしたらその先生最悪じゃんってなると思う。そうだから君が気に病むことはないと思うけどねこれは。ただまあこういう大人はいるどこにでも実際、デリカシーがないズカズカ来る人というか、もういるから嫌な気持ちになったっていう事実をまあ社会勉強だなと、飲み込む術を手に入れるチャンスなんじゃないかと、あるちゃんがね。もうこれはねどこに行ってもいるわ、こういう人は。誰かさっきへーって言いました？でもトークバック返しないよね。やめて怖い。一瞬
へーって聞こえて、俺もう最後の話何も入ってない。それもう終わった後に言って今やることじゃないよ。なんか足が急に冷たくなってきすごいて、鳥肌だったよ。なんかいるよこもうこ。ということで番組では皆さんからのお悩み募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。あれじゃ大丈夫だよ。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのまさらか。お送りしてるのはスパイアでダーリンです。今日はこの曲の借りながらエンディングです。はい。怖い。やめてくれ。怖いな。本当に話によると、うん、うちの D の番組ではよく声が入るという。やだ。一緒に仕事できないもん俺。俺初めてかもこういう現象。本当にさ、そのマジの顔になるのやめてくれる？いや本当に聞こえたんだもん。やめてマジの顔しないでまず。本当に聞こえたもん。もう嘘ですみたいな顔してちゃんと喋って。嘘です。無理だよ。聞こえちゃったんだから。ということで、今週ニューアルバムリバースリリースになりましたね。よろしくお願いします。そのアルバムを引っ提げてホールツアー、スパイアツアー2026リバースが今月からスタートです。福岡は4月5日日曜、福岡市民ホール大ホールです。ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしています。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp BASARAKA@fm福岡.jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから、番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。後ろ向くなよ。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので、世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。